パート67、2024年最初の建築です。年明けといえば神社ということで、今回は八幡様を作っていきたいと思います。早速始めていきましょう。石のハーフブロックが社の目安の位置ですね。というわけで、まずは目の前に鎮座しているネザーゲートを壊していきたいと思います。さっぱりしましたね。というわけで、石のハーフブロックで基礎を作っていきます。すでに置いてあるこの石のハーフブロックをつなげるように基礎を作っていきたいと思います。柱を立てる予定の位置に黒樫の原木を置いていきます。こんな感じですかね。今回作る建物は年末の配信の時に皆さんと一緒に試作した若宮八幡ですね。社殿の大きさは試作の時と同じ予定です。若宮八幡の社殿は一軒舎流れ造りと呼ばれる建物で、一軒柱の間ですね、柱の間が一つしかない建物を作っていきます。柱の目安ができましたね。この黒樫の原木を石ブロックで囲んでいきたいと思います。石ブロックのコーティングが出来上がりました。この原木を光源に変えていきます。これで湧き潰しの対策をします。原木がすべて光源に置き換わりました。この光源の上に柱を立てていきたいと思います。今立てた柱と柱をつなぐ柱をハーフブロックに埋まる形で作っていきます。手前の柱以外は1マス高い位置で柱と柱をつないでいきます。ここら辺から試作の時とは違う作りになってきますね。この部分の柱は横向きにしておきましょう。建物を囲う形で柱をつなぎます。高床部分の骨組みを1マス開けて作っていきます。残りの骨組みも作っていきましょう。高さは2マスですね。2マスの高さで作っていきます。2マスの高さで作った上に屋根を支える柱を作っていきます。正面のひさしの部分、光背と呼ばれる部分の柱も作ります。光背にも屋根を支える柱を置いていきます。配信で試作した時は柵で作ってた部分ですね。ここは原木で作ることにしました。本殿の一社ですね、骨組みが完成しました。というわけで、同じ作りの骨組みをもう一社作っていきたいと思います。若宮八幡には松本城の前身深志城を築いたと言われている島立貞長と神田明神を祀る2社の本殿がありました。今回は2社とも作っていきたいと思います。
本殿の2社の骨組みが完成しました。この高床に上がるための階段を作っていきたいと思います。この部分ですね。この部分から階段をつなげていきます。階段部分はこれで完成です。というわけで母屋の床を作っていきましょう。床が完成したので天井も作っていきたいと思います。天井が出来上がりました。ここのアカシアがね、綺麗に育ったので、こちらの壁を作る前に松を完成させてしまいたいと思います。本殿の建築を続けていきましょう。壁を作っていきます。頭皮のブロックで壁を作ります。たるきを作ります。この高さが届かないんですよね。よいしょ。今回は偶数幅の建物なので向かい合わせにたるきを作っていきます。屋根を作っていきましょう。たるきの外側から石レンガで屋根を作っていきます。本殿の屋根にはお城の屋根と同じように下魚を作るので、外側に1マス広く幅を取って作っていきたいと思います。今回作るこの2社の本殿は実は今も別の場所で現存しているんですよね。今回はその現存しているうちの一つ、松本神社の社殿を参考に作っていきます。降灰と呼ばれる久しい部分に向かって緩やかな傾斜の屋根を作っていきます。屋根が完成しましたね。まだ下魚の部分とかね、作りきれてないので少し調整をして本殿を完成させたいと思います。1社完成しましたね。というわけで残る1社も完成させてしまいましょう。本殿が完成しましたね。というわけで祈祷や祭祀を行う拝殿も作っていきたいと思います。まずは基礎からですね。
石と安山岩のハーフブロックで建物の基礎を作っていきます。拝殿の大きさは6間 ×2 間、柱の間が2マス、7本 ×3 本の柱を立てるスペースを作っていきたいと思います。柱が立つ予定の場所には光源を置きながら基礎を作っていきます。拝殿の基礎が完成しました。早速骨組みを作っていきましょう。まずは土台部分ですね。土台の骨組みから作っていきます。本当はこの高さで作りたいんですが、床が高くなりすぎてしまうので、基礎にね、埋め込む形で土台の骨組みを作っていきます。柱と柱の間には柵を入れて土台を作っていきます。この若宮八幡の拝殿も松本神社の境内に移設されていますね。現存している若宮八幡を参考にして作る予定なんですが、松本城二の丸にこの若宮八幡があった明治時代の写真が今も残っていてですね、現存している建物とところどころ違う部分があるんですよね。今回は大天守と同じように写真の方を基本に再現していきたいと思います。拝殿の土台部分が完成しました。このままだと土台に上がれない高さになってしまったので、拝殿と本殿の間部分から作っていきます。この部分ですね。この部分に拝殿から本殿へ抜けることができる場所を作っていきます。床を作っていきましょう。頭皮のハーフブロックで床を作っていきます。このネザーゲートを支える土台がある部分は開けて床を作っていきたいと思います。土台と床が完成しましたね。というわけで拝殿の骨組みを作っていきます。柱と柱の間を一間と呼ぶのですが、この時代の建物はだいたい1間が2メートル弱、1.8 メートルぐらいですね。なので2マス幅で柱を立てていきます。天井の梁を作っていきます。天井を作っていきましょう。奇数幅の建物なので真ん中にハーフブロックを置いて階段ブロックで凹凸のある天井を作っていきます。天井が完成しましたね。というわけで壁を作っていきたいと思います。頭皮のブロックをね、壁の部分に埋めていきます。壁が完成しました。というわけでいよいよネザーゲートをもう一度作りたいと思います。
ネザーゲートが完成しましたね。早速着火して開通しておきましょう。ちゃんとつながりましたね。これで心置きなく拝殿の建築を続けていけそうですね。拝殿の玄関部分を作っていきたいと思います。まずは骨組みから作っていきます。土台にブラックストーンを置いて黒樫で骨組みを作っていきます。骨組みが完成しました。というわけで、たるきを作っていきましょう。屋根を作る前に天井を作ります。ハーフブロックの緩やかな傾斜の天井を作っていきたいと思います。ここにも下行を作っておきます。玄関部分の屋根を作っていきます。屋根の傾斜も天井と同じようにハーフブロックだけでね、緩やかな傾斜で作っていきたいと思います。玄関部分が完成しました。というわけで、母屋のたるきを作っていきたいと思います。母屋も奇数幅の建物ですね。なので真ん中にハーフブロックを置いて、背中合わせの階段ブロックでたるきを作っていきます。屋根を作っていきましょう。拝殿の屋根は入りもや屋根ですね。現在松本神社にある若宮八幡は切妻屋根なんですよね。今回は明治時代に撮影された写真の方をベースに作っていくので、入りもや屋根で建築していきたいと思います。拝殿の屋根は奥にある本殿よりも高い屋根にしたいので、急勾配で作っていきます。屋根裏の骨組みもしっかり作っておきましょう。最後にこの旗を掲げて完成ですね。若宮八幡が完成しました。というわけでパート67、若宮八幡を作る、いかがだったでしょうか。年明け一発目ということで、今回ね神社を作ってみました。この周りの石垣とかもね作っていく予定ですが、この二の丸の部分ですね、この幅が決まってからここら辺のね石垣は作っていきたいなと思っています。大晦日に軽く試作した建物をね
今回作ってみたんですが、いかがだったでしょうか。いつもの通り場所だけは決まってるんですが、建物はね、試作とはほとんど違うものが出来上がっていく、そんな建物になりましたね。配信でなかなかね、ああいう試作とかをお見せしたりはしないんで、今回ね、ご紹介できてよかったかなと思うんですが、配信来てくださった方々はね、よくわかると思うんですが、このように本番ではほとんど違う建物が出来上がっていきますはい、というわけで新年初動画ですね、2024年一発目の動画は若宮八幡社を作ってみました。今後ここをきっかけに二の丸をね、松本城二の丸を作っていきたいと思っております。というわけで2024年もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。